どうも、スマッシュログ TV です。よろしくお願いします。お願いします。さて、今回の企画は、初心者おすすめエージェントランキング。おー格付けしましょう。はい。ね辛い思いしているね、炎のキャラクターとかいますから、ランキング勝手に格付けされてさ。なんならなんか、もう一個ランキング追加で作られて、最下層に送られた夜くんっていうのも、別のランキングでありましたからね。ありましたからね。彼らもこれ挽回できるチャンスあるかもしれませんから。そうですね。今回はですね、おすすめ順に S から C の4段階の評価でランキングを作成していきたいと思います。評価の基準なんですけど、ランクマッチだったりとか、あと操作、アビリティの使い方が簡単だったりとか、あとはキャラクターのそのエージェントのパワーがもともとあるよというところも含めて、ちょっとディスカッションしながら決めていきたいと思いますけど、まずジェットどうしましょう。いきなりか。いきなりです。途中で変えていってもいいんでね。これでもお互いでね、こう話し合って決めていいんだとしたら、ジェットは一旦B か C だな。僕 B かな。じゃあ B にしよう。一旦 B をこう。これ基準値になりますからね、もちろんねプロとかになってくると使い方難しかったりもすると思うんですけど、でもボタン一つでスモーク炊けたりとか、飛び込んでいったり動くことは操作自体はね分かりやすいエージェントだと思うんで、一旦B ぐらいで SA に入らない明確な理由は、前もこういう話したかもしれないですけど、結局即時に判断して出さないといけないアビリティが揃っているのに対してちょっと運用に癖があるっていうところですね。そうですね。一旦 B にして基準にしておきましょう。続いてレイズの方がジェットよりはマシだと思います。A とかかな。僕も A 側かな。A か。もしかしたら S いっちゃうかもぐらいで、一旦 A で。とりあえず文ボットもペイント弾も使いどころさえこうなんかつかめれば、敵来たポンって投げればそれだけでも効果抜群ですからね。即時にその場で判断して、ここはアビリティ使うか打つかみたいな選択肢が生まれにくいタイプなんですよね。先に打っておける文ボットやペイント弾がある。ショーストッパーも一応構えてから飛び出せばいいっていうのもあったりするんで、ブラストパックだけです。ちょっと特殊なのは。さあ次ブリーチブリーチ結構味方に与えるアビリティもあっちゃうから巻き込んじゃうってとこ考えると強いんだけど C でもいいのかなと思うんですけどね。 BC 結局味方をよく見ないといけないっていう意味では、スカイとかそういったのも見ながら考えると一旦 C でもいいかもしれないですね。周りの敵だけ見ててもダメなんで、周りの味方見ないといけないってちょっとハードルの高さある気がします。結構ね、慣れないうちはフラッシュポイントでさえ味方に当ててしまうことも多々あると思うので。そうですね。次方面いきましょうか。方面はでもうまく使えとかじゃないですからね。スモークを焚いて、以前よりも今のパッチってパラノイアが味方に当たりにくくはなってですよ。そうですね。昔って真横に味方がいたら味方にパラノイア絶対当たってたんですけど、当たってましたね。今真横のラインだと当たらないんですよ、味方に。そこだけ気をつければっていうところで、ちょっと癖というか慣れがいるのがアルティメットとシュラウドステップか。シュラウドステップ、ぐらいなので A でもいいかもしれないですね。そうですね。だからレイズのブラストパックも癖あるけど、ぐらいな感じで見ればオーメンレイズ同じらへんかなとは。一回 A いきましょうか。一旦。さあ続いてブリムストーン。オーメンが A ならブリムは操作のしやすさなら S なんですけど、キャラパワーでいくとちょっと悩ましいところはありますけど、キャラパワーちょっと考慮するとまた変わってくるか。確かに操作的な難易度でいうと、ブリムは本当にその事前に使うものがほとんどなんですよね。スティムビーコン、あとはスカイスモークも自分が勝負する前にピッピッピッって落とすので、そこの操作に関しても少し慣れは絶対いりますけど、スモークも効果時間が長い。ただ使い切りなんですけど、使い切っちゃえばあとはこう打ち合いに集中できるっていうところもよし、インセンディアリーも例えば簡単な空爆を覚えたら結構機能するところもね、あったりするし、アルティメットも簡単に強いし。S を置きますか。一旦 S を置きましょう。一旦 S を置きましょうか。来ましたね。ブリムストーンが S をランキング S を取るっていうね。コントローラーの中で比較的考えちゃった時にこうってだけなんですよね。だから場合によってはその強さで言ったらオーメンと並べちゃってもいいのかなっていう悩みもありますけど。さあ来ました皆さん。決して彼は消えることはありません。不死鳥フェニックスいきましょう。でも、初心者向けであれば最弱ではないと思うんで、
プロシーンとかその上位の方々で言うと対応もしやすいし、ちょっと今は恵まれてないよねっていう意見は多いと思うんですけど、でも見方を変えていけばこう一回復活できる、しかもアルティメットポイントも少ないアルティメットじゃないですか。そうですね。あとは自分を回復できるホットハンドであったり、確かにね、回復もできますからね。ちょっと操作さえ覚えればね、車線を一時的に切れるブレイズじゃないですか。ブレイズも味方に最初慣れないと当てちゃうけどフラッシュ持ってるじゃないですか。はいはいはい。初心者向けで言ったら、初期キャラクターっていうことも初期エージェントっていうこともあって、B か A いっちゃってもいいんじゃないのと思うんですけど。だったら A いきますか。キャラパワーとはちょっとあれかもしれないですけど、分かりやすさってとこがやっぱ強くて、一旦 A を置きましょうか。こいつよりも確実におすすめしたいデュエリストいるんで、それよりは下かなっていう。ちょっと後ほど入れ替わるかもしれないですけど、一旦フェニックスさん A を取っていただいて、続いてセージ。セージはね、これ言ったら岸さんに怒られるかもしれないですけど、操作は簡単な代わりにキャラパワーを出すのが難しいエージェントなんですよ。かなりフィジカルに左右されやすいエージェントなので。僕と違うかも。どこですか、ゆきしょうさん。A か B。僕 S か A で見てた。操作的には一番やりやすいと思うんですよ。そう、壁焚いてそっからはもうなかなか侵入されなくて見なくていいよかったりね、スローもピョンって投げとけば回復あったり。初心者に最初は政治からずっと入っていって政治を練習した方がいいよとは僕はあんまり言いたくなくて。そこまで考えると確かに。政治って前に出ることないんですよね、あんまり。そうですね。だからいろいろな動きを覚えにくいエージェントでもあるかなとは思いますね。でも間違いなく操作量的にはS が妥当なところではあるんですけど、間取って A にしますか。一旦 A 置いてもいいですか。すみません、僕のわがままです。いや一旦 A に置きましょう。続いて相場 C ですかね。難しいで、今のパッチだったら結構ドローンの距離も短くなっちゃったからな。運用に十中八九座学が必要っていうのがハードルが割と高いのに対して、自分で攻める術をあまり持ってないっていう、サポート系のエージェントの、だからこそってもそうなんですけど、意外とサポートがこう思うと難しくなってきてるのかも、結構難しかったりするんですよね。一旦じゃあ C を置きましょう。さあ続いてバイパー。B か C かな。ポイズンクラウドとトキシックスクリーンの両方をうまく使いこなすことに関してはやっぱ慣れがいるし難しいと思うんですね。毒素管理っていう話。間違いない。ただとりあえずここにスクリーン打っておこう、で戦うだけだったらもうちょっと難易度は下がるんですよね。で活躍できますよね。相場のドローン壊された手前しか見れない離婚よく分かんないところに撃っちゃうよりは、まだバイパーの方が自陣を守るってことがやりやすいかもしれないですね。ありがたいことに特にアイスボックスとかブリーズとか、定番のスクリーンの位置決まってるんですよね。そうっすね。とりあえずここに打っておけば一旦このスモークというか車線を切るとしては機能するよねっていうのが良さ。 B ぐらい。A はないと思うんで B じゃないですか。よくて B。じゃあ B にしましょうか。では続いてサイファー。サイファーはどうなんですか、太田さん。サイファーね。 B か C か。 B かな。 B か C じゃないこれは。B かな。そこのワイヤーでいいのっていう結構考えないといけないとこもあったり、あとカメラもスパイカメラもそうっすね。なんかうまく使わないと強くないエージェントだったりもすると思うんで、うまく使えないと、賢く使えないと、なんでなんとなくでチームのためになるかっていうとちょっと危うい気もするんで。ただその今の環境でいうとそれこそチェンバーのトレードマークがやはり一つになったということで、2箇所を一応こうトラップ系で置けるのって今やっぱサイファーなんですよね。確かに。なので事前に置いておきさえすればいいというところが一つ良い部分ではある。で難しいのはケージなんですよね。サイバーケージがやっぱ難しい。アルティメットが敵を倒してることが前提になってくるっていうのが少し難しい。B、A。強さを出しにくいということを考えたら、いや A はないんじゃないですか。じゃあ B 行きましょうか。 B じゃないですか。B 行きましょうか。続いていきましょう。デュエリストレイナ。これは僕は S ですね。僕も S。同じ。さっきフェニックスの時に話したんですけど、これよりその差しやすいデュエリストがいるっていうのもこいつのことです。打ち合いで勝たなきゃいけないっていうハードルはあれど、ただ打ち合いを楽しむと、まず打ち合い前提じゃないですか、やっぱりバロラントってね。それで
あとリーヤ出すか打ち合いで勝つかっていうシンプルなんで分かりやすい、使いやすいっていうところがやっぱ強いですよね。分かりやすいし、アビリティも実は量が少ないっていう、使う量が。特にこの初心者帯だと、リーヤってちょっと対策しづらいと思うんですよね。ので結構そこも強いかなっていうところで、ありがとうございます。S で。じゃあ続いてキルジョイ。これも S ですかね。なんか考え同じだった。僕も SA かなと思って、まあ S かなと思って、とりあえず置いとくだけで強いって感じなんで。そうですね。理由としてはそのサイファーとまず比較して考えたときに、サイファーはトラップ2つ置けるよねっていうところはあったけど、それ以外が難しいっていう話をしたのに対して、キルジョイってまあ範囲は決まってるんですけど、逆に言うとその範囲の中を専念すればとりあえずいいっていうところがあるんで、そこに対してはまあ特にターレットが強かったり、あとはアラームボット、あとはナノスワムっていう敵のアクションに対して先に使っておけるものが揃ってるので、まあ置く位置とかは上達したければやっぱ座学というか学ばなきゃいけない部分は出てくるんですけれども、まあアルティメットも強いですからね。そうですね。まあとりあえずなんかポンって置いてればこう味方のためにはなるアビリティが分かりやすいアビリティが多いかなと思うので使いやすいと思いますね。さあ続いてちょっと癖ありますね、スカイ。スカイは今個人的にイニシエーターをするのであれば慣れておきたいエージェントでもあるんですが、まあでもバランスがいいのでこれは意外と A とか言っちゃってもいいかもしれないな。太田さんどれくらい？僕 B ぐらいだったかな。まあそのあたりですよね正直。ただ A でもまあ分からなくはないし、ゆきそさんの言われてたまず使ってみるとかスカイを理解しておく、上手くなっておくっていうのは結構重要な気はするので、初心者の方もおすすめはしたいですね。一旦 B に置きましょうか。 B ぐらいにしましょうか、スカイ。スカイはちょっと説明すると、味方の回復もある、そのドローンと比べると遠くは見えないけど素早く索敵ができるトレイルブレイザー、犬がある、あとは鳥ですよね。ガイディングライトっていうこう索敵もありフラッシュにもなるっていう便利なアビリティがある。シーカーも楽に索敵できるからとりあえず撃っとけっていうシーカーがあるからね。ただガイディングライトの使い方がちょっとこう難しいっていう。そうですね。これがまあでもガイディングライトぐらいなのかな。ちょっとこう初心者の人が苦労するタイミングとか味方と合わせていくっていうのはそこぐらいかもしれませんけどね。はい、ありがとうございます。さあ続いて夜。デコイとか間違いなくなんか強いと思うので、確かにね、初心者だったらとりあえず出しとけばキャラパワーはランク帯に応じてですがあると思うんですよね。相手の裏に飛ぶっていう昔ながらのゲートクラッシュの使い方も刺さりやすいかもしれないですね。B ぐらいまさかの夜が上に上がる時代が。いや A はきついんじゃないですか。だってレイズとかいるんですからね。まあじゃあ B か。 B置いてみますか。 B 置きましょうか。夜さん B 置いてみますか。ブリーチ相場の上に立つ夜俺がやる。お前らじゃないブリーチ相場。さあ続いてアストラ。アストラ C。俺も C でいいと思う。これはもうちょっとテクニカル盤面全部ミニマップ全て見ないといけないと思う。スターの数が減っちゃったっていうのもあるし間違いないですね。本当に難しいと思います。はい。さあ続いて KO は僕 C ですこれはちょっと意見あるかもしれない。僕まだ AB B ぐらい。僕 AB。僕の意見としてはもちろんこう全ランクに今言えるんですけど、やっぱ味方と合わせたり使いどころとかをちゃんと見てないと生きないエージェントっていうのは感じてて、初心者のところだったらとりあえず目の前の壁にナイフ投げとけ、フラグメント、フラッシュも若干スカイよりも分かりやすいフラッシュかなっていうので、アルティメットも打って突っ込んでけって考えると、それだけでもこう相手への脅威にはなったり、なんだかんだ味方のためになりやすいのかなってので、AB あたりなのかなみたいな。そうですね。だからここを僕が悩んだ理由は、まあナイフ0ポイントは使いやすいんですけど、一番の問題はやっぱフラッシュにあるかなと思ってて、フラッシュが壁に反射させたりするっていう投げ方が、その反射のどれくらい飛んでどう跳ねるのかっていう感覚が割と身についていないと、多分初心者の方は難しいというのと、ポップフラッシュですね。右クリック投げの方が割と味方に誤爆する恐れがあるっていう。意外とありますね。どのランク帯でもありますね。確かに結局 2,3 番手で入ったらフラッシュもう投げれなかったり使いどころなくなっちゃったりする時も多いんで、投げれないとか投げちゃったら味方食らうとかね。自分が先頭で戦うなら結構強いんですけどね。分かりやすい。確かに、そういう意味ではブリーチのフラッシュの方がやりやすいっちゃやりやすいんですよ。そうですね。フラッシュでいくとブリーチが一番分かりやすいかもしれないですよね。でもキャラパワーが高いっていうのを考えたら A でもいいんじゃないですか。じゃあ一旦 A 置きましょうか。
これちょっと話分かれそうなんですよね。続いてチェンバー。チェンバーは僕 C です。僕 S。 真逆だ。まあ僕言うと、まあとりあえずトレードマーク来てほしくないところに1個設置してください、あとはもう打ち合い頑張ってねって感じなんで、純粋にバロラント楽しんでねーっていう。そうだね。確かにアビリティの難易度で言うと、トレードマーク1個になったおかげで操作忙しくなくなったんですよね。僕が C に置いた理由は、アタッカーサイドが多分めちゃくちゃ難しいからです。まあそうだね。弱体化も込みですね。キルジョイと比較したときにチェンバーはプレイスキルにかなり左右されるかなと思って。まあそうですね。まあヘッドハンターもそうですね。そのエイムとかが直結するので割と。いや間違いない間違いないです。ツールドフォースもまさにそうですよね。当てればすごい強いんだけど、みたいな。そのアビリティでこうかなりこう強くできるっていうタイプのエージェントではないというのがサイファーやキルジョイっていうセンチネルの枠の中で下げた理由ですね。 A、B 間取って A でどうですか？飲みましょう A で、ありがとうございます飲んでいただいてありがとうございます。いえいえ、ありがとうございます。続いてネオン、ネオンこそ難しいと思います。ネオンも C でいいかなと思いますね。僕もじゃあそれは全然ファストレーンが比較的使いやすくなったとはいえですね。オーバードライブの管理とかもね、スライディングもそうなんですけど、結構インファイトも含めてマウス振り回すんですよね。そうですね、はい。そういうこう結構スポーツ寄りな FPS の動きっていうところにちょっと慣れておかないとそもそも難易度が高いかな。ジェットとかよりも難しいかもしれないですね。難しい気がしますね。なんかジェットって定番の運用が一応存在してるので、そうですね、それでもジェットも難しいから、ネオンのアルティメットは楽なんですけどね。まあね、そうですね。さあ最後フェイド。S か A。まあ A ぐらいが丸いかな。KO がここにいるなら A かなって感じ思いました。僕もね KO とフェイドをちょっと同じ感じで見てたから、今初心者に対しての定点を覚えないとホウンと弱いように見えて、今の関係まだねホウンと刺さりやすいんですよね。なんかそういうなんかすごい高台とかっていうのがあるじゃないですか。そうですね。ここに打つと強いよみたいな。それを覚えてなくても雑に打っても結構、ホウンともプラウラーもシーズも強いんですよね。そうですね、そうですね。あと味方に悪い影響を及ぼしにくいっていうところもポイントです。はい。ということで、以上一旦出揃いましたけど、どこか動かしたいとこあります？物議醸すポイントはやっぱ政治ですよね。政治ね。そのまま一直線に攻める傾向がコンペティティブってやっぱ多いですね。例えば時間かけてフェイクかけたりっていうチームプレーってどうしてもこうフルパーティーでやっていない以上はちょっと取りにくい部分はあるんですよ。だから例えば初手バリアオーブをいきなり使うとかっていうやり方も実はこうコンペティティブだと大会よりも刺さりやすかったりするっていうのがあって、そこ強さのポイントなんですけども、結構コミュニケーションが必要なのが一点ですよね。そのアビリティを使った際にちゃんとこう時間稼ぎはできるんだけど、ちゃんとこう味方を寄せれるような動きだったりキルにつなげるっていうのがどうしてもちょっと難易度はあるっていうところ。ここで刺さるなっていう使いどころって意外とバリオーブも重要だったりしますからね。まあ、政治系をフェイドが並んでるっていうのもねKO フェイドの方が政治より使うのって難しい。政治の方がまだなんかこう分かりやすいのかなっていう感じは。であれば政治 S に置いちゃいますか。政治 S に入れて、意外といいんじゃないかな。ね、まあ初心者向けなので。そうですね、あくまでね。フェニックスが A で多分腕組んでるかもしれないですけど初心者向けですからね、これは。そうですね、だからこれを参考にしながら、次どのエージェント解放しようっていうのを結構決めやすいかもしれないですね。確かに確かに。だからデュエリストやりたいんであればレイナとかレイズあたりは属性は違うけど結構おすすめだし、個人的にはねフェイドも結構今おすすめしたいですけどね。まあ、これを見てねフェニックスが増えるかもしれないですね。皆さん期待しましょう。フェニックスピック率が上がるかどうかってことでね。はい。さあということで、完成となります。初心者の方はぜひ参考にしてみていただければと思います。ということで今回は初心者おすすめエージェントランキングを作成しました。他にも初心者向けの解説動画も公開しておりますので、そちらでご覧いただければと思いますし、あとコメント欄でね、こっちはこうだあっちはこうだっていう風にね、また皆さんでもコメントでランキング付けしていただければと思います。はい。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。さようなら。